あなたは自分の人生をどのように美しくしますか？人生は美しい。それを美しくするのはあなた次第だ。フィリップ・シャルル・ルノー。皆さん、こんにちは、こんばんは。今回はフィリップ・シャルル・ルノーの言霊を紹介していきます。人生は自分の選択や行動次第で、意しくもなれば、そうでなくもなる。そんな深いメッセージが、この言葉には込められています。フィリップ・シャルル・ルノーは、人生を主体的に生きることの大切さを説きました。日々の選択や行動が自分の未来を作っていく。そのことを理解し、前向きに生きることこそが人生を美しくする鍵なのかもしれません。心に響く言霊コレクションでは、エネルギーを宿した言葉をご紹介し、皆様のパワーにつながる動画を作っています。ぜひ、チャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いします。それでは、まずフィリップ・シャルル・ルノーのルーツを探るところから始め、言霊が生まれた背景を探っていきます。言霊よ、あなたの心に響け。こんにちは、カミルです。ルノーさんのお名前は聞いたことがありますが、知識は全くないので学べることを楽しみにしてきました。よろしくお願いします。それでは、フィリップ・シャルル・ルノーのルーツを探っていこう。彼の人生を知ることで、なぜこの名言が生まれたのか、より深く理解できるはずだよ。ハミルさん、わからないことがあったらいつでも聞いてね。はい。フィリップ・シャルル・ルノーさんの人生ってどんなものだったんでしょう？フィリップ・シャルル・ルノーは、あるヨーロッパの国で生まれたんだ。彼の家族は比較的裕福だったけれど、彼自身は幼い頃から本当の美しさは環境ではなく、自分の内側にあると考えていたらしい。それってどういうことですか？彼は子供の頃、周囲の人たちが何かを持っていることで幸せを感じているのを見て、物や外見だけでは本当の幸せにはならないと気づいたんだ。そこで、自分の考え方や生き方を大切にすることこそが、美しい人生につながると考えるようになったらしいよ。なるほど。じゃあ、子供の頃からすでに人生は自分次第っていう考えを持っていたんですね。そうだね。でも、その考え方を確立するまでには、いくつかの大きな出来事があったんだ。特に影響を受けたのは、ある人生の転機だった。どんな出来事だったんですか？彼は若い頃、大きな失敗を経験しているんだ。その時、環境や運のせいにするのではなく、自分の行動を変えることで未来を良くできると学んだんだよ。うわぁ、それはすごい考え方ですね。でも、失敗するとつい落ち込んじゃうこともありますよね。もちろん。でも彼は、全ては学びの機会と考えたんだ。そして、そこから立ち直ることで、より強く、より前向きな生き方をするようになったんだよ。この経験があったからこそ、人生は美しい。それを美しくするのはあなた次第だという言葉が生まれたんだね。なるほど。自分の選択が未来を作るってことですね。その後、フィリップ・シャルル・ルノーは自分の哲学を多くの人に伝えるようになったんだ。彼の考え方は、様々な分野の人々に影響を与えたよ。例えば、どんな人たちに影響を与えたんですか？作家や芸術家、経営者など、多くの人が彼の言葉に共感したんだ。彼の言葉は今ある環境にとらわれず、未来を自分の手で作ることを大切にしているから、夢を追う人たちにとっては特に響いたんだろうね。確かに、人生は美しいっていうのも、ただ楽しいことを並べるだけじゃなくて、自分の力で美しくすることが大切なんですね。そういうことだね。彼の言葉は、今も多くの人に影響を与え続けているよ。だからこそ、僕たちもこの言葉をどう生かすか、考えていきたいところだね。はい。私もこの言葉をもっと深く考えてみたいです。それでは次に、この名言が生まれた背景について、さらに掘り下げて考えてみよう。さて、ここからはフィリップ・シャルル・ルノーの言霊。人生は美しい。それを美しくするのはあなた次第だ。
がどのように生まれたのか、その背景を考察していここの言葉、すごく前向きで素敵ですよね。でも、どういう背景で生まれたのか気になります。まずこの言葉が生まれた時代や社会的背景を見ていこう。フィリップ・シャルル・ルノーが生きた時代は大きな変化があった時期だった。戦争や経済の混乱、価値観の転換期など、決して平穏な時代ではなかったんだ。そんな時代に人生は美しいって言ったんですか？そうなんだ。多くの人が不安を抱える中で、彼は美しさとは環境ではなく心の持ちようで決まるという考えを持つようになったんだよ。つまりどんな状況でも自分の選択次第で人生は変わるということを伝えたかったんだね。なるほど。苦しい時代だからこそ美しさを見出すことが大切だったんですね。そうだね。そしてこの言葉の本質は、人生の美しさは自分の行動や選択によって作られるという考え方にあるんだ。どういうことですか？例えば、どんな行動が人生を美しくすることにつながるんでしょう？例えば、自分の目標に向かって努力することや、人に優しくすること、毎日を丁寧に生きること、こういった一つ一つの選択が人生を美しくする要素になっていくんだよ。じゃあ、美しい人生って何か特別なことをするんじゃなくて、日々の積み重ねなんですね。その通り。ルノーの言葉は、特別な才能がある人だけが成功するのではなく、誰もが自分の選択によって人生を豊かにできるというメッセージでもあるんだ。確かに、そう考えると、ちょっとしたことでも自分の人生を変えるきっかけになりそうですね。じゃあ、現代にこの言葉を当てはめると、どんな意味があると思う？SNS とかの影響で、人と比べて落ち込むことが多い時代だからこそ、自分次第で美しい人生にできるっていう考え方は大事かも。いい視点だね。今は情報が溢れていて、他人の人生がよく見えたり、自分が置かれている状況に不満を感じることもある。でも、ルノーの言葉は、大事なのは自分の視点と行動だと教えてくれる。確かに、周りを気にしすぎずに、自分の人生をどうしたいかを考えることが大切なんですね。そうだね。人生を美しくするかどうかは自分の選択次第。ルノーの言葉は今を生きる私たちにも大切なヒントを与えてくれるんだ。よし、私も自分の行動で人生をもっと素敵にしていきたいって思いました。私自身の未来を変えるためにも、この言霊を生かす方法を考えていきたいです。それでは次のセクションで私たちが未来に生かせることを話し合ってみようか。話しやすいようにテーマを決めて進めていこう。いくつか考えてみたからどれか選んでね。日々の選択を意識することで人生を美しくする。困難な状況の中で前向きな視点を持つ。人との関わり方を大切にする。美しい人生の定義を自分で決める。小さな幸せを大切にする。美しい人生の定義を自分で決めるにします。ちょっと相談してもいいですか？もちろん。どうしたの？最近、学校で受験の話題が増えてきて、みんな点数とか偏差値の話ばっかりしてるんです。先生もこの点数を取らないと大学は厳しいとか、そういう話ばかりで、なんかテストの点数だけで自分の価値が決められてるみたいで、もやもやするんですよね。そっか。それはちょっと辛い気持ちになるよね。でもそれって美しい人生の話にもつながるんじゃないかな。どういうことですか？今の社会ってどうしても点数や結果で評価されることが多いよね。でもフィリップ・シャルル・ルノーの言葉を思い出してみて。人生は美しい。それを美しくするのはあなた次第だって。あ、そっか。この言葉って美しい人生は自分の選択で決まるってことですよね。
その通り。だから受験の点数は大事かもしれないけど、それが全てじゃないんだよ。テストの点だけで良い人生かどうかが決まるわけじゃないし、自分がどう生きたいかを決めるのはあくまで自分自身なんだ。でも、周りが点数ばかり気にしてると、どうしても比べちゃいます。それも自然なことだよ。でも本当に大切なのは自分が何を大事にしたいかだよね。例えばハミルさんにとって美しい人生ってどんなものだと思う？好きなことを学べて、将来やりたいことに向かって進める人生かな。いいね。じゃあ仮にテストの点数が少し低かったとしても、自分のやりたいことに向かって努力し続けていたら、それは美しい人生じゃないかな。確かに、点数が高いことがゴールじゃなくて、自分がやりたいことに向かって頑張ること自体が大切なんですね。そういうこと。人生の美しさって誰かが決めるものじゃなくて、自分で決めるものなんだよ。でも、どうしてもこの大学に行った方が将来いいとか、あの子は点数が高いからすごいって考えちゃうんですよね。それも無理はないよ。 SNS でも成功してる人ばかりが目立つしね。でもルノーの言葉を思い出してみて、それを美しくするのはあなた次第だってことは、結局自分がどう思うか、どう行動するかが大事なんだ。じゃあ、他人の基準じゃなくて、自分が美しいと思える人生を大事にするのがいいんですね。その通り。だからもし受験の点数が気になったら、これは自分の人生を美しくするための一つのステップと考えてみるのはどうかな。ただの数字じゃなくて、自分が目指すものへの一歩だと思えば、もっと前向きになれるはずだよ。なんかちょっと気持ちが楽になってきました。ルノーの言葉は、人生は環境に左右されるものじゃない、自分がどう生きるかで決まるっていうメッセージでもあるんだ。だから周りの評価や点数に縛られず、自分の人生の主導権を持つことが大切なんだよ。そうですね。じゃあ、私は受験の点数が全てじゃなくて、自分の未来に向かって努力することが大事って思うようにします。それが自分の人生を自分で美しくするってことだね。フィリップ・シャルル・ルノーの言葉を生かすなら、他人の基準じゃなくて自分が納得できる人生を作ることを意識するのがいいかもしれないね。私もそう思います。これからはもっと自分の価値観を大切にしていこうと思いました。見てくださった皆さんは今回のお話をどう感じましたか？コメント欄であなたの考えを聞かせてください。今日はありがとうございました。皆さん、ここまでご視聴いただき本当にありがとうございました。ここでもう一度あなたに問いかけます。あなたは自分の人生をどのように美しくしますか？フィリップ・シャルル・ルノーの言霊、人生は美しい。それを美しくするのはあなた次第だ。この言葉には、人生の美しさは誰かが決めるものではなく、自分自身の選択と行動によって作られるという大切なメッセージが込められていました。受験や仕事、人との比較など、私たちはつい外の評価に左右されがちです。でも本当に大切なのは、自分が何を大事にしたいのか、自分なりの美しい人生を見つけ、それに向かって進んでいくことが、この言葉の本当の意味なのかもしれません。心に響く言霊コレクションでは、エネルギーを宿した言葉をご紹介し、皆様のパワーにつながる動画を作っています。あなたの心に少しでも響いていましたら、ぜひチャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いします。そしてコメント欄で名言や感想についてやり取りできれば幸いです。それでは良い一日をお過ごしください。次回の動画の言霊もあなたの心に響け。